この地域の子どもたちってもう生まれた時からこの番楽があるんですよね。うちの親がやってたり地域の大人たちがやってるのを見てすごいかっこいいなって憧れるんですよね。で友達とその番楽のビデオを見ながら番楽ごっこをやったりですとか練習をしたりとかそういうことを小さい時からこの地域の子どもたちはやっていて、でそれが小学校の4年生ぐらいになると声がかかってやらないかと。でやっと声がかかったぞという感じで保存会に入れてもらって、でそこから一つずつ舞を覚えていって、継承していくというか。本当に私たちもなんかしょぼんとしている時もなんかその番楽の笛と太鼓の音を聞くとなんかそれがシャキッとして、とっても笑顔がもらえるっていう、本当にこの番楽は本当に大事な私たちの部落の宝物だなって私いつも思うね。携わってる年齢層はもう下は小学生から上は80代の大先輩まで携わっていまして、悪いことしたら地域の大人から怒られるんですよね親じゃなくて。でもそれがやっぱりなんて言いますかね、地域で子育てをしているっていう、もう地域みんな家族みたいな感覚もありますし、昔からそうやって怒られもしましたし褒められもしましたし、そういうふうに過ごしてきた人たちが同じように年を取っていって本当に、地域が一体となって家族のように過ごしているっていうような感じですね。だから俺が昭和34年か34年からずっと60年くらいなんか60年まではならないけどまず50年以上はなって、で上の先輩でもちょうど2、3年前に亡くなったけども、ここで残ったのは俺の先輩ってのは2人しかいなくなったんだよ。今まですごい伝統を守り継いで先輩方が400年も守ってきたこの鎌ヶ台番楽なんですけども、いろいろなその伝統芸能後継者不足が叫ばれている中で、私たち鎌ヶ台番楽も例に漏れずそういった問題があります。やっぱり昔から一緒に入ったメンバーが進学だったり就職だったりでこの地域をどんどん離れていくと。で今までやっていたメンバーがいなくなる、いなくなった時にじゃあこれを残していくのは誰なんだろうなと。やっぱりここに残った人たちが、しっかり守っていかないといけないのかなっては思ってますね。その中でやはりこの目まぐるしく変わる社会の中にいかに柔軟に対応して後世に残していくかっていうことを考えた時に、やっぱり今の時代とマッチしたものにしていきたいなと思っていて、もうどんどん若い人たちにバトンタッチしていって、その時その時の考え方っていうのを柔軟に取り入れていきたいと思ってるんですね。やっぱりやる子どもさんたちが興味を持つようなそんな番楽であってほしいと思いますね。理由はないけどすごいかっこいい
理由はないけどなんだかすごいみたいな、これやりたい、これになりたいっていうのがすごい子どもたちはあると思うんですね。でそういったことを何て言いますかね、こうもっといろんな子たちに感じてもらいたいなって思ってますね。ここに来てありのままのこの地域っていうものを見てもらって、そこからいろいろなものをそれぞれの子どもたちが感じ取っていってくれればいいかなと。でその中で一人でも興味を持ってくれる子がいたら嬉しいかなって思いますね。